念願だったクラウンスポーツ市場行ってきましたよというか、早速結論なんですが、クラウンスポーツやばいですよ。これが590万円から売り出されてるとか、もうね、トヨタさんどうなっとんねんと。こんにちは、ゆちーチャンネルです。では、早速ですが、今回は車好き素人の私がですね、クラウンスポーツを複数回試乗してみた率直な感想を日常的に乗っている愛車 NX と比較しながら、のらりくらりですね、語っていこうかなと思います。当たり前なんですが、私はね、ジャーナリストでも何でもない一般人ですので、素人感性のレビューを聞きたい方のみ、これからご覧いただければなと思います。クラウンスポーツの簡単な内外装については過去動画で紹介してますので、気になる方はですね、こちらもチェックしてみてくださいね。概要欄に一応リンク貼っておきます。今回 NX と比較した内容はご覧の通りとなっております。1つ目、加速感、乗り心地などの動的質感について。2つ目、静粛性について。3つ目、安全装備について。4つ目、車内の質感について。5つ目、個人的に気になった点。以上5つの項目で評価していきたいかなと思います。まずは1つ目。クラウンスポーツの走行フィールに関してですが、加速感はですね、NX350H と比べてそこまでね、大きな違いはないんじゃないかなと感じました。クラウンスポーツは四輪駆動 E4 を採用しています。これは全後輪のトルク配分を100対0から20対80の間で制御することによって、発進時は後輪へのトルク配分を大きくして発進加速をアシスト。コーナリングではリアの駆動配分を大きくして燃費や車両安定性を向上させる、そういった機能となっています。僕が普段乗っている NX はね、FF なんですけど、街乗りで車両の挙動安定性に大きな違いはないのかなと思います。この辺りはですね、高速走行時ですとか、ワインディング、あと雪道とかを走行すると、その差がね、明確にわかるかもしれないですね。街乗りの通常走行時は基本的に肉に切り替えて走行しますので、明らかな違いは感じなかったです。しかし、車両の安定性はね、しっかりあるんだなと、そこはね、感じました。ハンドルの重さはスポーツタイプっぽい印象で NX よりもね若干重めのステアでしたが、中立部分はしっかりしてて直進安定性もねすごく良くて、右左折時の挙動も安定してますので、安心してねハンドルを切っていけます。しかもクラウンスポーツは NX とは違って DRS 機能を搭載しています。この機能は何かっていうと、車速に応じて後輪の向きを前輪と逆向き、もしくは同じ向きに制御することによって、低速域では取り回しの良い動き、高速域では車両安定性を向上させる機能のことです。クラウンスポーツは NX と同等の車格を有してながらも、最小回転半径は5.4メートルと、NX の5.8メートルと比較すると圧倒的にね小回りの利く車両となっています。この機能のおかげで右左折時も楽に曲がっていく感覚がありますし、本当にこの機能は素晴らしいなと思いますね。現状、レクサス社でこの機能があるのが RX500H のみとなっていますが、多分ですね、今後の年次改良とかでですね、他のモデルですとかグレードに関しても続々とね、この DRS 実装されていくんじゃないかなと僕個人は予想しています。加速フィールでは NX の方が多少ね、リニアな反応が得られるかなと感じましたね。というのも、今回の市場ではですね、セールスの方ももちろん同乗してましたし、クラスポの方がですね、肉仕様の NX と比較すると、車両重量が約50キロほど重たくなっています。ですので、成人男性1名分、それプラス50キロ分の車両重量が重たくなっている分、加速感がややね、やぼったい印象になってしまった、そういった可能性はありますね。システム最高出力はクラウンスポーツが186馬力、一方 NX は190馬力となっていまして、その差は4馬力。ハイブリッドバッテリーはクラウンスポーツがバイポーラ型ニッケル水素電池、一方 NX はリチウムイオン電池を採用していますが、カタログ上ですね、モータートルク値の数値自体は全く一緒となっています。ベタ踏み加速の方も試してみたんですが、今回の市場でバイポーラだから NX よりもより加速感があるとかといったそういった実感はありませんでした。スポーツモードもね、試してみたんですけど、こちらはスポーツという名がついている割に、ほぼね、NX と一緒のような走行フィールかなといった印象です。きっとね、高回転で引っ張っていくスタイルなんだろうなと思います。クラスポにはパドルシフトがね、ついてない分、運転の楽しさの部分で、僕はね、ちょっとね、物足りないかなっていう、そういった部分を感じました。
続いて乗り心地はどうかというと、結論、乗り心地いいですよ。21インチのタイヤなのにゴツゴツしてなくて、しっとりとしたね、乗り心地でした。それでいて RX みたいに少しね、ふわふわした感じとかではなくて、路面の凹凸はね、ちゃんと伝わってきます。クラウンスポーツっていう名の通りですね、上質なんだけどスポーティーなテイストもやはり組み込まれている、そういった感じですね。ドライバーに運転することが楽しくなるような、そういった感触がありました。タイヤの扁平率を見てみると、クラウンスポーツは45、NX では50となっています。一般的に扁平率は小さくなればなるほど、コーナリングですとか高速走行時とかスポーツ走行向きとなる反面ですね、乗り味を損なうことが多い中ですね、クラウンスポーツはどちらも高い次元で両立しているんだなと、そういった印象がありました。サスペンションの違いも影響しているかもしれないですね。クラスポのリアサスは RX と同じマルチリンク、一方 NX はダブルウィッシュオンとなっています。NX が標準でランフラットタイヤを履いているところ、クラスポではノーマルタイヤとなっています。車両独自のセッティングとかもあるとは思うんですが、両車両この辺りの違いが結果総合的な乗り味の違いに影響を及ぼしているんだなと個人的には感じました。ぶっちゃけ僕的にはね、クラスポの乗り心地はね、NX よりもね、結構好みでした。今回妻は後席に乗ってもらったんですけど、後席の乗り心地もね、すごく良かったと言ってましたね。着座位置に関してなんですけど、 NX とそこまでね差はないかなと感じました。ただ NX の F スポーツのシートの方がクラスポよりももっとねバケット感、ホールド感のあるシートなのかなと感じました。クラウンスポーツのシート形状は、万人向けっぽさがありましたね。シート形状だけで言えば NX のバージョン L のシート形状と同じような感覚がありました。特に僕は違和感なく運転できましたね。2つ目、静粛性はどうかというと、結論、普通に静かだと思います。エンジン音については踏み込めばね、NX と同様、車内に直4エンジンの音はしっかり入ってきます。ですけど、あれは多分スポーツモデルならではの、あえてね、ドライバーに効かせているのかなと、そういった気がするぐらい、少しね、太めなエンジン音だったので、別にね、耳障りとかではなくて、ドライバーの気持ちをね、高ぶらせてくれる、そういった系統のサウンドに近い印象ですね。街乗り走行域ではエンジン音もほとんど気にならないですし、後席に座った営業の方と世間話をしたんですが、会話もね、聞き取りやすかったです。クラスポは声を天井でね、反射させて相手に届けることを狙った超音天井っていうのを採用しているそうです。静粛性を高めるためにですね、遮音材、吸音材、制振材、こういったものを適所に配置して風切り音ですとかロードノイズも NX と遜色ないぐらい高められているんだなと感じました。普通にね、クラウンスポーツすげえいいじゃんって思いましたね。3つ目、安全装備はどうかというと、NX にはついていない装備が結構あります。アドバンストドライブ。これに伴うですね、ドライバー以上対応システムですとか、ドライバーモニター連携、後席車両接近告知、車両周辺接近時サポート、セカンダリーコリジョンブレーキ、確認しただけでもですね、これだけの機能の違いがありました。こちらについても去年の11月にクラウンスポーツは発売された新型車両の優位性ですよね。目新しい安全装備は全て標準装備となっています。ただこれに関してもですね、順次 NX とかね、他の車種にも予防安全技術は標準化されていくのは間違いないところだと思います。現状の予防安全技術ではクラウンスポーツの圧勝といったところですね。4つ目、車内の質感はどう感じたのかというと、全体的にね、質感は高いと思います。ですが、僕個人としては、インテリアの質感は NX の方が好みではあります。具体的にどういった部分がそう感じるのかっていうと、クラスポの運転席のドアトリム部ですとか、そういった部分は大部分がね、ソフトパッドとなっているんです。ただですね、過色がなくてドライバーシートに座った時に殺風景な印象なんですよね。ドリンクホルダー周りも過色がなくてちょっとね安っぽいかなという印象です。エアコン操作部分もですね、クラスポでは物理スイッチとなっていますが、僕はねタッチ式の方が先進的っぽくてすっきりしててね好みなんですよね。物理スイッチはね、確かに直感的に操作しやすいとは思うんですが、昔ならではのね、少し古臭いイメージを僕個人は持っているんですよね。このあたりは個人個人の好みだなと思います。
インフォテインメントの部分で言えばフル液晶メーターを採用しているので文句はないんですけど、一部ですね、使っている素材感が NX と比べると少しね、安価っぽいような気がしました。ハンドルの質感もクラスポのハンドルはね、少しね、触った感じ硬めな感触でした。NX のね、ハンドルの方が革の生地がね、触り心地柔らかくてすごくね、いい印象があります。あとはアンビエントライトですね。クラスポのアンビエントライトは光る箇所が少なくて控えめな印象です。NX の方が光る箇所も多くてですね、あとマルチカラーにも対応しています。夜の雰囲気だけで言えば NX の方がおしゃれな印象がありました。夜の車内はね、意外と暗い印象がクラスポにはあります。あとはインナードアハンドルの部分が NX の E ラッチと比べるとちょっとね、安っぽかったですね。引くとね、めちゃめちゃ軽くてね、これがクラウンかなとね、思っちゃいましたね。置くだけ充電とかも一応試してみたんですが、僕の iPhone 13は普通に充電できますし、特にずれたりとかはなかったですね。最後5つ目、私が気になったところなんですが、1つ目、初回試乗から最後までね、一番気になったのはドアのね、正常音なんですよ。NX は電気式の E ラッチを採用していますので全く気にならなかったんですけど、クラウンスポーツはね、車速感応式のオートドアロックを採用しています。これはドライブに入れて走り出すとドアが自動でロックされて、また停車してパーキングに入れるとドアの鍵が自動で解錠されるっていうものなんですけど、クラウンスポーツのね、その音はね、めっちゃ気になります。明らかに走り出した時とパーキングを押した瞬間にガシャンっていう音がね、毎回聞こえてくるんですよ。これはね、本当にね、もったいないなと思いましたね。クラウンという名前がつくのであれば、この辺の音の配慮をね、もっと上品にならなかったものかとね、ここはね、ちょっと残念なポイントですね。NX は施錠時も解錠時も音がね、全く聞こえません。ここはやはりね、レクサスクオリティかなといった感じです。2つ目、クラウンスポーツではルーフ装備の設定はあるんですけど、ルーフ自体は開けることができない仕様となっているということですね。パノラマルーフは開放感があってとってもいいんですが、日差しのある時間帯とかですね、そういった時間帯に開けて走ると車内がね、地獄と化します。かといって開けたりね、チルト換気したりとかはできない仕様となっていますので、この部分だけ悩ましいかなと思います。3つ目、後席シートヒーターが PHEV 車しか設定がないこと、後席のリクライニング機能がないこと、また後席電動格納シートがないことといった後席快適装備がオプションにも設定されてないということです。こちらは購入される方の家族構成ですとか使用用途、内容以下によっては関係ないものかもしれないですけど、後席をね、頻繁に使う方ですとか、長尺物とか大型荷物の積み下ろしなどが日常的にある方は多少の不自由さを覚えるかもしれないです。4つ目、納期が長期化していまして、販売店によってはですね、受注停止間近の店舗もあるということですね。試乗の時ですね、営業の方と納期の話を聞かせてもらったんですが、6月中旬現在での納期は来年の12月から2月ぐらいと言ってました。また販売店によってはですね、残りの受注台数が100台を切っているっていう、そういった店舗もあるっていうことで、今後ね、受注停止となることもね、懸念されます。確か月間の生産台数が700台程度だったと思いますので、生産台数がね、もともと少ない上で、ここまでね、人気となれば、まあ致し方ないかもしれないですね。数年前の半導体不足によってですね、納期が長期化したことは皆さんもね、記憶として新しいかと思いますが、クラウンスポーツもそうなる可能性が大いにあるのかなと思います。購入検討されてみえる方はですね、お早めに販売店に足を運んだ方が良さそうです。ということで、今回は新型クラウンスポーツ Z NX オーナー目線での素人レビューをお伝えさせていただきました。ぶっちゃけね、クラウンスポーツね、コスパ半端ないなって思いましたね。正直な話ですよ。1年前にこのクラスポがね、発売されていたら、NX ではなくクラウンスポーツを購入していたかもしれないぐらい、総合的な商品力がとっても高くって、外観もね、見ての通りイケイケの車でしたね。価格から見てもですね、同じスポーツモデルの四輪駆動 NX350H、F スポーツ、AWD と比較したらですよ、約88万円の差があるんですよ。ここに現状クラスポについている標準オプション、置くだけ充電、ドライブレコーダー、デジタルインナーミラー、これを NX350H の F スポーツ AWD に追加したとなると、
その差は約100万円にまで広がってしまいます。そう思うと100万も違うなら、クラスポで十分じゃないのかなと思っちゃったりしませんか？皆さんはこの価格差、装備や内装、走行性能の違いをどう捉えてますかね？よかったらコメントで教えてください。しかし僕はレクサス信者でありまして、このチャンネルはレクサス推しチャンネルですので、これからもね、レクサスを応援していきたいかなと思います。次購入する車も可能であるならレクサスを購入したいと思ってはいます。とは言ってもですよ、トヨタとレクサスの差がマジでね、なくなってきてるんじゃないかなって思うのはね、僕だけですかね。レクサスさん、ほんとね、頼みますよ。レクサスだけの特別感のある装備や先進技術の搭載を Always On の精神でですね、各車両に順次、早期導入よろしくお願いいたします。オーナーとしてはですね、もっとトヨタとの差別化がしっかりできるような装備ですとか、見せ方、そういった部分の探求を個人的に期待しております。今後ですが、LBX の市場も行ってきましたので、また近々ですね、内外装の紹介動画ですとか、市場レビュー動画アップ予定しております。気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちいただけるととっても嬉しいです。いいねでも応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。